こんにちは、ハーリーです。今日は東京のおすすめカフェ21選をご紹介します。僕は年間600軒以上のお店を食べ歩いていて、ほぼ毎日カフェに行っています。今回の動画ではそんな僕が選ぶもう一度行きたいカフェたちをご紹介します。まるでディズニーのような東京観光にもおすすめのリバーサイドカフェや、昭和レトロな老舗の純喫茶、世界で6つしかない日本で唯一のスターバックスなど幅広いお店をご紹介するので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなぁと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。一つ目のカフェは WXYZ バーさんです。東銀座駅からすぐのところにあるアロフト東京銀座の1階にあります。 WXYZ バーさんは夕方4時から7時までハッピーアワー、なんとビリヤードも無料で楽しめるカフェバーです。アロフトホテルはリッツカールトンやシェラトンなどを展開するマリオットグループだけあって、店内は非常にゴージャスな空間です。マリオット系列だけあってお客さんは海外の方も多く、お昼のカフェタイムは穴場、夕方以降は日本人と海外の方が自然と交流できるような空間になっています。カフェバーメニューではビールやウイスキーからカクテル、パフェまで幅広く揃っています。お得に楽しめるのは夕方4時から夜の7時限定のハッピーアワーなので、特にこの時間がおすすめですよ。ホテルバーだけあって自分の目の前でカクテルを作ってくれるのもライブキッチン感があって楽しいですよね。この日の僕は奥さんと行ってセックスオンザビーチとゾンビをいただきました。グラスの上にちょこんとお花が添えられていて、見た目から可愛らしいですよね。この日はかなり暑い夏の日だったので、クーラーの効いた室内でなんだか南国気分を味わうことができました。この上質な空間と可愛いカクテルに加えて、WXYZ バーさんで特におすすめしたいポイントがビリヤードです。こちらのビリヤードはカフェバー利用者の誰もが利用することができます。皆さん週末デートするとき、いつもグルメや観光スポット巡りみたいになっちゃいますよね。そんな時 WXYZ バーさんなら銀座という都心エリアでまったり上質なホテルで、さらにビリヤードといういつもと違った体験ができるので、今日はいつもと違うデートにしたいなという時にすごくおすすめですよ。僕も奥さんといつもと違ったデートができて非常に楽しかったので、皆さんもぜひ楽しんでください。2つ目のカフェはシェアラウンジさんです。渋谷や丸の内などいろいろな場所にあるんですけど、今回は渋谷スクランブルスクエアの11階にあるシェアラウンジをご紹介します。シェアラウンジは Wi-Fi 電源完備、スターバックス飲み放題、お菓子や清水屋のクリームパン、なんとロブションのパンまで食べ放題でいただけるお店です。まず渋谷駅直結の渋谷スクランブルスクエア内にあるので、アクセスがすごくいいです。シェアラウンジの魅力はその快適な空間です。利用パターンは主に2つに分かれていて、1つがビジネスマンやフリーランスの方が職場として利用するパターン、もう1つが観光客や僕みたいな週末お出かけする人が読書を楽しんだり、スターバックス飲み放題、お菓子やパン食べ放題を楽しむパターンです。広々とした座席配置なので、窓際席からは渋谷の街を見下ろしながらゆったりと過ごすことができます。まずはプライベート利用のおすすめからご紹介しますね。蔦屋さんの運営だけあっていろいろなジャンルの本や雑誌が置いてあるので、読書好きも過ごしやすいです。さらにスターバックスのドリンクバーが設置されていて、自由に飲み物を楽しむことができます。スターバックス以外にも冷蔵庫の中にはフルーツジュースが置いてあったり、アルコールプランにするとお酒も飲み放題でいただけます。フードは駄菓子おやつコーナーがあって、お菓子やスープをはじめ、なんとジュエルロブションのパンまで食べ放題でいただきます。ロブションのパンは木曜日と日曜日限定なので、ロブション狙いの人は木曜日、
または日曜日を狙いましょうね。パンやお菓子の他にもアーモンドやくるみといったナッツ類も楽しむことができます。こうやってくるくると回してナッツを取るスタイルなんて、なんだか一つのアトラクションですよね。料金は1時間あたり1650円で、アプリで予約&決済すれば 10% 引きになります。スターバックス3杯飲むだけで元が取れちゃいますね。僕は1時間利用したんですけど、この空間にいるだけで本当に楽しくて、週末のお出かけスポットとして行くのもすごく楽しいと思いましたよ。ここはカフェというよりもはや旅行スポットですね。ちなみにお仕事利用では個々のスペースが確保されていて、プライバシーを保ちながら作業をすることができます。 Wi-Fi や電源も完備されていて、さらにモニター画面もあるので、テレワークにもぴったりですよ。3つ目のカフェはカナルカフェさんです。飯田橋駅から神楽坂に向かって歩いて左手の川沿いに入り口があります。カナルカフェさんはまるでディズニーランドのような東京観光にもおすすめのリバーサイドカフェです。こちらは景色が最高で、総武線や中央線が目の前を通る神田川沿いでまったりと過ごすことができます。昼は明るい空間で晴れ晴れと過ごすことができて、特に桜の季節が大人気です。テラス席は約200席ほどあるので、桜の季節以外はそれほど混んでおらず、よりゆったりと過ごすことができます。カナルカフェさんでは神田川を水上から楽しめるボートに乗ることもできます。ボートを漕いでいる人もいるこの空間は、都会の喧騒を忘れて心からリフレッシュできますよね。夜はまるでディズニーランドにあるカリブの海賊のような空間になるので、デートにもすごくおすすめです。テラス席ならドリンク1杯からこの空間を味わえるので、週末のお出かけがてら寄ってみるのも楽しいです。一方、しっかりと食べたいという人にはレストランエリアもあります。レストランエリアは結構混雑するんですけど、コースなら11時30分とお昼の2時で予約できるので、待ちたくない人は予約してから行くのがおすすめです。美しい景色と美味しいお食事を楽しみながらリラックスしたい時にぜひ行ってみてください。4つ目のカフェはラシーヌファームトゥーパークさんです。池袋駅東口6分、南池袋公園という池袋で有名な公園の中にあります。ラシーヌファームトゥーパークさんは一人でも夫婦でもファミリーでもまったりと過ごせる池袋が誇る名店カフェです。2階建ての店内は清き調としたナチュラルな空間です。テラス席は南池袋公園に面しているので、暖かくなってきたこの季節に最高ですね。お客さんは平日はお一人様も多いんですけど、休日はデートで来ているカップル、ご夫婦やお子様連れのファミリーが多いです。今回はモーニングで訪れて一番人気のスペシャルプレートをいただきました。こちらのプレート、僕の手のひらよりも大きいビッグサイズプレートで非常にインパクトがあります。サラダには池袋ビストロの名店ラシーヌさんのドレッシングがかかっていて、パリッと弾けるソーセージなどどれもがすごく美味しいですよ。もちろんこの美味しい朝食もいいんですけど、僕はラシーヌファームトゥーパークさんと南池袋公園の雰囲気がすごく好きです。週末の南池袋公園はカップルで来てバドミントンをしている人や、シートを広げてピクニックしているご家族、ベンチで黄昏れているお一人様など、みんなの憩いの場となっていて、誰もがまったりと過ごすことができます。特にお子様のいる方で、そろそろ連れて行く場所なくなってきたなという方は、池袋が誇る素晴らしい公園に来てみるのはいかがですか？こちらには美味しいドーナツも売っているので、ピクニックをするのもおすすめです。5つ目のカフェは喜福堂さんです。巣鴨駅から5分くらい歩いた地蔵通り商店街の中にあります。喜福堂さんは大正5年創業、100年以上の歴史を持つ老舗のパン屋さんです。旅行雑誌のルルブやヒルナンデスなどメディアでもたくさん取り上げられている超有名店ですね。
イートインとテイクアウトがあって、イートインはカウンターが5席ほどとテーブルが2択あります。お客さんは老若男女様々な方が1人とか2人で来ています。パンはカウンターにずらーっと並んでいます。一番人気の粒あんパンをはじめ、クリームパンやカレーパン、サンドイッチなど種類も非常に豊富です。店内の至るところに西武ライオンズが貼ってあるので、なんでかなと思って聞いてみたら、なんとこのリンゴパンは西武ライオンズの外崎選手のご実家から直接仕入れたリンゴを使用しているんです。ライオンズファンなら絶対に食べたいパンですよね。僕は名物の粒あんパンとクリームパン、リンゴパンをいただいたんですけど、どのパンも生地が本当にしっとりとしていて、滑らか柔らかな食感です。特に名物の粒あんパンは100年以上つないできたその歴史も一つのスパイスになって、より一層甘みを感じられます。テイクアウトもできるので、週末の巣鴨散歩にもおすすめですよ。6つ目のカフェはカフェ睡蓮さんです。上野駅公園改札目の前にある国立西洋美術館の中にあります。睡蓮さんは上質空間でまったりと落ち着けるカフェです。店内は広々として落ち着いた空間です。大きな窓から庭園が望めるのも心が落ち着きますよね。お客さんは老若男女様々な方がお一人様からグループまで幅広いシーンで来ています。メニューはこちらです。ランチの一番人気は建設家のル・コルビュジエさんが設計したここ国立西洋美術館を表現したプレートが人気で、カフェタイムではティラミスやイチゴのショートケーキが人気です。この日の僕は上野公園をブラブラした後に休憩として入ってショートケーキと抹茶ラテをいただいたんですけど、こういうまったりとした空間で優雅に楽しめて非常に居心地が良かったです。上野駅目の前という立地で席間隔が広く、さらに西洋美術館の入場券がなくても誰でも利用できるという点が非常に魅力的な穴場のカフェですね。上野公園エリアでちょっと休憩したいなという時にぜひ行ってみてください。7つ目のカフェはミカドコーヒー店さんです。日本橋三越本店から道路を渡ってすぐのところにあります。ミカドさんは1948年創業、美味しいコーヒーとモカソフトが有名なお店です。1階はスタンド喫茶エリアで、2階と3階にテーブル席があります。ダークブラウンを基調とした店内は昭和レトロな雰囲気が漂っています。お客さんは30代から70代と幅広い年齢層の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。お一人様は比較的1階が多く、2人以上は2階席3階席が多いです。ミカドさんといえば美味しいコーヒーとモカソフトが有名なので、迷ったらこの2つを頼みましょうね。ちなみに1階スタンドエリアなら少しお得にいただけるので、サクッと楽しむときは1階がおすすめですよ。こちらが名物のコーヒーとモカソフトです。見てください、この高さ。ピヨーンと伸びていて非常に美しいですよね。モカソフトはほんのりコーヒーの香りと苦みがあって、甘すぎることのないさっぱりとした味わいです。お店で漬けた甘酸っぱいプルーンもモカソフトとの相性バッチリですね。プルーンはカップにしかついてこないので、せっかく頼むならカップがおすすめです。日本橋ブレンドのコーヒーは1948年の創業以来受け継いだ代表的ブレンドです。あっさりとした苦味、軽い酸味があってマイルドなコーヒーなので心が落ち着く味わいですよ。ミカドさんはこのエリアでは珍しく、平日は朝7時から休日は10時から営業しているので、朝早くでも利用できるカフェとして覚えておくと便利ですよ。8つ目のカフェはサラベス東京店さんです。東京駅八重洲北口から歩いて1分の鉄鋼ビルディング2階に入っています。サラベスさんは1981年ニューヨークにて創業。ニューヨークの朝食の女王と呼ばれるカフェです。店内は明るく広々とした空間です。
カフェタイムのお客さんは20代から50代のデートや女子会で来ている女性が多いです。メニューはこちらです。サラベスさんのカフェタイムといえばフレンチトーストとパンケーキが有名なので、迷ったらハーフ&ハーフシグニチャープレートを選びましょう。こちらが僕おすすめのシグニチャープレートです。フレンチトーストとパンケーキにバナナやブルーベリーなんて、スイーツ好きにはたまらないプレートですよね。ふわっふわに焼き上げられたパンケーキは上品な甘さで非常に美味しいです。こちらにとろーっと甘いシロップをディップすると、甘さにアクセントがついてさらに美味しくなります。ふわとろ食感のフレンチトーストは優しい甘みがあって、そのままでも楽しむことができます。ニューヨークでは朝食の女王と呼ばれるのも納得の美味しさですね。サラベスさんはこの美味しいスイーツはもちろん、広々とした空間が本当に素敵です。大きな窓から光が差し込む明るい空間なので、行くと心が晴れやかになりますよ。9つ目のカフェはベース級カフェ by ロイヤルガーデンカフェさんです。日比谷駅直結、東京ミッドタウン日比谷の6階にあります。ベース級カフェさんは皇居や日比谷公園も眺められる穴場のカフェです。店内は総席数96席もある広々とした空間です。お客さんはお一人様のサラリーマンから赤ちゃん連れのファミリーまで様々な人が来ています。4階に映画館があるので、映画を見に来た後のカフェとして利用する人も多いですね。この日は会社の友達とランチで伺って、ハンバーグと食後のデザートをいただいたんですけど、上品なカフェらしい安定した美味しさでした。野菜たっぷりのサラダやバランスの取れたお食事なので、僕としてはマダム会やビジネスマンの上品なランチにおすすめです。ランチはフルーツジュースやコーヒー紅茶が飲み放題という点も嬉しいですね。ベース級カフェさんの最大の魅力は、こんなにもスタイリッシュな広々空間で日比谷公園や皇居を眺められるのに、ランチでも席飲み予約ができて比較的空いていることです。僕は東京駅や有楽町近くで働いているので、友人や会社メンバーと落ち着いてランチをするときはよく利用しています。最近の銀座は観光客でごった返しているので、お隣日比谷のミッドタウンでまったりと楽しめるのは貴重ですよね。僕もよく利用する混雑してほしくないお店なので、こちらのお店は皆さんと皆さんのご友人だけでこっそりと行ってみてくださいね。10番目のカフェは U プラスバナナさんです。目黒駅から道路を渡って目の前にあります。 U プラスバナナさんはエクアドル産完熟バナナを使った超濃厚バナナスムージーの専門店です。イートインはなくテイクアウトのみのお店で、メニューはバナナスムージー一択です。 U プラスバナナさんはエクアドル産完熟バナナを10日間も熟成させて、皮が真っ黒になるまで糖度を高めたバナナを使っています。そんなバナナスムージーは超濃厚で甘さとともに適度な酸味も感じられる素晴らしいスムージーです。砂糖不使用でビタミン B1、カリーム、食物繊維豊富で健康にいいのも嬉しいですよね。暑いこの季節は特におすすめですよ。11番目のカフェはコーヒー貴族エジンバラさんです。新宿三丁目駅にある丸井の真向かいにあります。コーヒー貴族エジンバラさんは1975年創業、24時間営業の老舗喫茶店です。店内は総席数117席と非常に広々としています。お客さんは30代から70代と大人の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。パソコン作業をするサラリーマンの方も多いですね。メニューはこちらです。ランチで人気なのは照り焼きサンドやミックスサンド、夜に人気なのはフルーツパフェ、エジンバラさんの名物はホットカフェオレなので、迷ったらこの中から選びましょう。この日の僕はランチで伺って名物ホットカフェオレと照り焼きサンドをいただきました。ホットカフェオレはミルクとコーヒーを持って
店員さんが目の前で注いでくれます。なんと1メートルもの高さから注ぐ姿は非常に迫力がありますよね。こういうパフォーマンスも外食ならではで非常に楽しいです。照り焼きチキンは固めのカリカリ食パンにジューシーな照り焼きとパリッと感あるきゅうりがいいアクセントになっています。マヨネーズのコクも相まってたまらない美味しさですね。エジンバラさんの魅力は24時間営業でタバコも吸えるお店ということです。最近喫煙可能店がかなり限られてきたので、24時間いつでも吸えるお店というのは愛煙家にとって非常にありがたいですよね。文芸スタイルになっていて、タバコを吸わない僕としてはテーブル席だとほのかに匂う、窓際席だと全く気にならなかったので、タバコが苦手な人は窓際席にするとより安心ですよ。夜は飲み会の後の締めのパフェとして非常に人気みたいので、24時間いつでもぜひ行ってみてください。12番目のカフェはカフェ後藤さんです。大塚駅南口から3分くらい歩いたところにあります。カフェ後藤さんは大塚で大人気の洋食屋さん、洋食後藤さんの姉妹店です。店内はテーブル席が並ぶ昔ながらの雰囲気です。お客さんは20代の若者から80代のご年配の方まで幅広い年齢層の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ています。僕の行った土曜日の午後はご年配の方が多く、女性の方が8割でした。メニューはオムライス、エビフライサンド、ナポリタン、カレーの4種類で、店内にはトーストやパンケーキメニューもあります。店員さんに聞いたところ、人気なのはエビフライサンドで、ポテサラ入りのエビフライサンドとオムレツ入りのエビ玉サンドの2種類があります。僕はエビフライサンドのオムレツ入りコーヒーセットをいただきました。見てください、このビッグサンド。げんこつサイズのサンドイッチは見た目から美味しそうですよね。肝心のお味はカリッとしたパンとふわっふわの卵、ジューシーなエビフライ、タルタルソースのカルテットに甘めのタレがかかっていて素晴らしいクインテットです。あれ、そういえばこのサンドどこかで見たことあると思った方、そう、こちらは名古屋の名物コンパルさんのエビフライサンドによく似ています。あの名古屋の名店の味をここ大塚でも食べられるなんて本当に嬉しいですよね。もちろんこの美味しいサンドもいいんですけど、僕としては店員さんのいらっしゃいませ、ありがとうございましたという元気な声が非常に好印象でした。心地よい接客こそどんな調味料にも勝る最強のスパイスですよね。午後の3時や4時といった遅めのランチとしても使えるので、ぜひ行ってみてください。13番目のカフェはギャランさんです。上野駅から信号を渡ってすぐのユニクロの裏あたりにあります。ギャランさんはバナナマンのせっかくグルメや TBS ドラマクロサギなどテレビでも多数放送されている上野喫茶の名店です。店内は昭和レトロで落ち着いた空間です。懐かしい昭和歌謡の BGM が流れているのも心が落ち着きますね。お客さんは若者からご年配の方までいろいろな人が来ています。メニューはこちらです。カフェメニューでは特にパフェが人気なので、せっかくならパフェを選びましょう。フルーツが好きな人はフルーツパフェ、チョコレートが好きな人はチョコレートパフェという選び方がおすすめですよ。ちなみにモーニングでは卵サンドやミックスサンドを、ランチではナポリタンやオムライスを頼む人が多いみたいです。この日の僕はフルーツパフェをいただきました。見てください、この美しさ。さくらんぼ、みかん、りんごなどフルーツがたっぷりと使われていて、見た目から美味しそうですよね。パフェの底にはコーンフレークではなくみかんが入っているのも素晴らしいです。肝心のお味もフルーツがしっかりと感じられて非常に美味しいです。最近の流行りを追うのではなく、昔ながらの王道パフェという点もお店の雰囲気に合っていて、このパフェをより一層美味しくしてくれていますね。
ただ一点だけ注意点を挙げると、ギャランさんは喫煙目的店だけあってかなりタバコの匂いがします。服に匂いがつくくらいかなり強めの匂いなので、僕みたいにタバコを吸わない人は気をつけてほしいです。一方、電子タバコだけでなく紙タバコでも葉巻でも OK という喫煙者の方には天国のような空間なので、昭和レトロが好きな喫煙者にとって最高のお店ですよ。14番目のカフェはアーンチャイ&ティーさんです。三越前駅直結コレド室町3の2階にあります。カフェ紹介嬉しい。ただ私コーヒー飲めないんだよねという方、朗報です。アーンチャイ&ティーさんはコーヒーではなくチャイやティーをメインにしたカフェです。こちらは創業経緯が面白いのでご紹介しますね。アーンチャイ&ティーさんはもともとファッション業界にいた宮田文太郎さんがオープンしたお店です。お店の名前を初めて見たとき、絶対に読めないおしゃれな名前はファッションセンスから来ているものなんですかね。飲食店をオープンした決め手は、ファッションはメンズ、レディースなどお客さんをいろいろな角度でカテゴライズする必要があるけど、飲食ならもっといろいろな人と関われると思ったことです。ただ宮田さん自身コーヒーが苦手で、そんな時友人からサンフランシスコにはコーヒーではなくお茶を出すカフェがあったよという話を聞いて、コーヒーが飲めない人でも楽しめるこのカフェを2021年にオープンしたという歴史があるんですよ。1号店は恵比寿にあって、ここコレド室町が2号店、3号店は新宿にあるので、コーヒー苦手だけどチャイやティーなら飲めるという人は近くのお店を覚えておいてくださいね。ちなみにスイーツで一番人気のキャロットケーキは甘いクリームチーズがマッチしてほっぺたが落ちそうな美味しさでしたよ。15番目のカフェはアロマコーヒー八重洲店さんです。東京駅直結八重洲地下街の中にあります。アロマコーヒーさんは1970年創業、八重洲地下街で最も歴史のある喫茶店です。店内は焦げ茶色を基調とした昭和レトロな空間です。この日の僕は奥さんと東京駅デートで利用したんですけど、若者からご年配の方までいろいろな方が来ていました。シーンもお一人様からデート、友人同士やグループなど様々ですね。アロマコーヒーさんは名前の通りコーヒーにこだわるお店なんですけど、厚さ5センチもあるジャンボトーストやプルップルの可愛いワイン、12時までドリンクプラス100円で楽しめるモーニングなど名物がたくさんあります。この日はミックスサンドとプリン、コーヒーをいただきました。サンドイッチはバスケットスタイルで持ってきてくれるので、なんだかピクニックみたいな気分になれますよね。ミックスサンドは昔ながらのシンプルな味で、素材の味が生きています。さくらんぼの乗ったプリンはプルップルで見た目から美味しいです。カラメル強めのほろ苦プリンで甘いクリームをつけることで甘苦い味わいです。純喫茶の雰囲気ながらも全席禁煙なので、タバコが苦手な人でも安心ですよ。八重洲地下街で最も歴史のある喫茶店にぜひ行ってみてください。16番目のカフェは中村東吉本店さんです。銀座6の4階にあります。東吉さんは1854年に京都で創業した老舗の抹茶屋さんです。店内は清き調とした和の空間です。お客さんは若者からご年配の方まで、お一人様からグループまで様々な方が来ています。東吉さんでまず嬉しいのがウェルカムドリンクとしてこだわりのお茶を出してくれることです。この日いただいた京番茶はスモーキーな香りがして素朴で優しい味わいです。ポットも用意してくれるので1回で3から4杯くらい楽しむことができます。そしてこちらが名物のマルトパフェ抹茶味です。見てください、この美しさ。色とりどりのスイーツが何層にも重なって非常に写真映えします。さらに僕の右手拳が可愛く見えるほどボリューミーです。肝心のお味は
言うまでもなく最高です。とろけるようなクリームと抹茶の渋みを味わった後に、中からラズベリーやシフォンケーキが出てきたり、白玉や抹茶ゼリーが出てきたりと、食べ進めていくたびに違う味と出会える至高のパフェです。抹茶という和テイストも心が落ち着きます。本店のある京都では何十人も並ぶみたいなんですけど、銀座店はそこまで混んでいないので、ゆっくりと過ごすことができますよ。17番目のカフェはタイムズカフェさんです。五反田駅から大通りを渡ってすぐのところにあります。タイムズカフェさんは知る人ぞ知る穴場のカフェです。タイムズってカーシェアの会社でしょ？なんでタイムズカフェを紹介するの？と思いますよね。実は僕と奥さんは学生時代にタイムズ社のインターンで出会ったんです。そんな思い出の会社のカフェがあると聞いてきてみたら、意外と良かったのでご紹介しますね。こちらはスイーツやドリンクがおすすめというカフェではなくて、休日のピーク時でも空いている穴場のカフェとしておすすめです。広々とした店内は Wi-Fi 電源完備なので、作業カフェとして使っている人も多いです。そしてなんとコーヒーの値段は1杯290円という超お手頃価格です。コーヒーで儲ける必要のない会社だからこそ、こんなにもお手頃価格で提供してくれるんですよね。つまりこちらのお店はわざわざ狙っていくカフェではなく、休日でも混まない快適な空間でお手頃価格で過ごしたいという時に抜群のカフェです。五反田エリアで時間ができちゃったという時のために、ぜひ覚えておいてくださいね。18番目のカフェはスターバックスリザーブロースタリー東京さんです。中目黒駅から目黒川沿いに池尻方面へ15分くらい歩いたところにあります。スターバックスリザーブロースタリー東京さんは世界で6つしかない焙煎機のあるスターバックスで、日本ではここ中目黒が唯一のスターバックスです。こちらの建物は4階建てになっていて、館内をブラブラするだけでもすごく楽しい観光スポットにもなっています。1階が限定コーヒーなどを楽しめるカフェフロア、2階が紅茶フロア、3階がビールやコーヒーを使ったカクテルが楽しめるアルコールフロア、4階がコーヒー豆の袋詰めシーンを楽しめるフロアです。こんなにも巨大なスターバックスは見たことがないですよね。コーヒー豆から実際に作る姿やコーヒーの袋詰めがなされていく姿は、まるで工場見学に来たかのような感覚で、グルメはもちろん観光としてもすごく楽しいスポットです。こちらのフードはプリンツィというイタリア・ミラノに本店を構える老舗のベーカリーが提供していて、日本初上陸の店舗なんですよ。お食事系のパンからデザート系のパン、そして人気のデザートまで幅広い種類のフードが提供されているので、ランチとしてもまったり過ごすカフェとしても利用することができます。お客さんとしては近所のママ会として来ている方や、デートで来ている若者、コーヒー好きの紳士など非常に幅広い方が来ています。世界で6つしかないスターバックスなので、海外の方も非常に多いですね。僕は奥さんとカフェとして利用したんですけど、この空間にいるだけでもなんだかテーマパークに来たみたいですごく楽しかったです。ちなみに僕の奥さんは元スターバックスの店員さんで、コーヒーにはかなり詳しいんですけど、そんな奥さんもロースタリー限定のコーヒーやコーヒーカクテルなど新しいコーヒーに出会えて、心から楽しんでいました。こちらのスターバックスは大人気店なのでチケット発行制になっています。QR コードを読み取ることで順番が来たらメールで知らせてくれるスタイルですね。特に休日午後の時間は1時間くらい待つこともあるので、先に発見しておくのがおすすめです。19番目のカフェはナグさんです。茅場町駅11番出口からすぐのところにあります。ナグさんは一人でもデートでも友人とても過ごせる万能カフェです。ナグとはコード掛けを意味していて、兜町で誰もがほっと一息つける場所がコンセプトになっています。天井が高く落ち着いた空間なので、デートでまっ
ったりと過ごしている方もいれば、ほとんどの席に電源があるので作業をする人もいる。確かに誰もがまったりと過ごせる場所です。やっぱり僕はワイワイとしたカフェよりもこういう落ち着いたカフェでゆっくりと過ごすのが好きですね。カフェって一括りにしても、こういった空間を楽しめるカフェからコーヒーにこだわるカフェ、スイーツが有名なカフェなどいろいろあると思うんですけど、皆さんどのカフェが好きでしょうか？特にこういったタイプのカフェを紹介してほしいというリクエストがあれば、ぜひコメント欄で書いて教えてくださいね。20番目のカフェは宮沢さんです。銀座駅と新橋駅の間にあります。宮沢さんはマツコの知らない世界でも放送された老舗の喫茶店です。店内は喫茶店らしい落ち着いた空間です。喫煙席と禁煙席が分かれているので、タバコを吸いたい人にも優しいですね。宮沢さんはランチもいいんですけど、夕方4時以降のサンドイッチが有名なので、せっかくなら4時以降に行きましょう。名物はテレビでも放送された卵サンドなんですけど、僕としてはいろいろな味を楽しめるミックスサンドやハムミックスがおすすめですよ。宮沢さんの卵サンドは粗めにカットされた白身と滑らかに裏ごしされた黄身の優しい味わいです。程よい柔らかさのパンに具材がギュッと詰まっていて、なんだか心が落ち着きます。決して流行を追うことのないこういう昔ながらの味はずっと残っていってほしいですよね。店員さんが明るく接客してくれるのも美味しいスパイスの一つですよ。最後のカフェはコーヒー専門館伯爵池袋北口店さんです。池袋駅西口北の目の前にあります。伯爵さんはなんとお昼の2時までモーニング。1976年創業の老舗喫茶店です。店内は昭和レトロで落ち着いた空間です。お客さんは老若男女様々な方がお一人様からグループまでいろいろなシーンで来ています。メニューはこちらです。有名なのはお昼の2時までやっているモーニングなので、迷ったらこちらを選びましょう。モーニングメニュー以外ではナポリタンやオムライス、プリンあたりが人気ですよ。こちらがモーニング B セットです。伯爵さんのサンドイッチは手に取りやすいサイズ感で昔懐かしい味わいです。特にこのハムサンドのしっとりとしたハムとシャッキシャキきゅうりにマヨネーズがコクを与えている感じは、なんだか本当に昔を思い出す味わいでした。伯爵特製のナポリタンもいかにも喫茶店のナポリタンという感じで、なんだか恋しくなる味わいでしたよ。今日は東京おすすめカフェ21選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は21のお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてくれると嬉しいです。メンバーシップグルマン会員の方は今日のお店をすべて Google マップにピン止めしてあるので、今度の週末どこ行こうとか、この近くにカフェないかなとなった時には Google マップも使ってくださいね。今日ご紹介した21のお店の場所はこちらですよ。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。夕方4時から7時まではハッピーアワー。ホテル併設の上質空間でビリヤードも楽しめる大人デートにおすすめのカフェバーなら WXYZ バーさん。 Wi-Fi 電源完備、渋谷の街を一望できる空間でスターバックス飲み放題、お菓子や清水屋のクリームパン、なんとロブションのパンまで食べ放題の、もはや旅行スポットとして楽しめるお店ならシェアラウンジさん。まるでディズニーランド、神田川沿いでまったりと楽しめる東京観光週末お出かけスポットとしてもおすすめのカフェならカナルカフェさん。一人でも夫婦でもファミリーでもまったりと過ごせる池袋が誇る公園併設の名店カフェならラシーヌパームトゥーパークさん。大正5年創業、100年以上の歴史を持つ老舗のパン屋さんなら岐阜不動産。上野駅目の前、国立西洋美術館の中にあるまったりと落ち着けるカフェなら睡蓮さん。1948年創業、昭和レトロな空間で
美味しいコーヒーとモカソフトをいただくならミカドコーヒーさん。ニューヨークの朝食の女王、ふわっふわのパンケーキと優しい甘みあるフレンチトーストをいただくならサラベス東京店さん。ハーリーがよく利用する皇居や日比谷公園も眺められる穴場のカフェならベース級カフェさん。目黒駅目の前、超濃厚なバナナスムージーなら U プラスバナナさん。愛煙家の強い味方、1975年創業24時間営業の老舗喫茶店ならコーヒー貴族エジンバラさん。大塚にある名店洋食の姉妹店、まるで名古屋名物コンパルのようなエビフライサンドならカフェ後藤さん。テレビでも多数報道、上野で昔から愛される紙でも葉巻でも喫煙可能な純喫茶ならギャランさん。コーヒーが苦手でも大丈夫、ファッションのプロが運営するチャイ&ティーカフェならアーンチャイ&ティーコレドさん。1970年創業、八重洲地下街最古の老舗喫茶店ならアロマコーヒーさん。1854年創業、和を感じられる大人の郷土カフェなら中村陶器師本店さん。コーヒー1杯290円、ハーリーと奥さんが出会うきっかけになった知る人ぞ知るカフェならタイムズカフェさん。世界で6つしかない日本で唯一の高級スターバックスならスターバックスリザーブローサリー東京さん。 Wi-Fi 電源完備で作業カフェとしても利用できる天井が高く落ち着いた空間のカフェならラグさん。卵サンドが名物、マツコの知らない世界でも放送された老舗の喫茶店なら宮沢さん。なんとお昼の2時までモーニング、1976年創業の老舗喫茶店なら伯爵さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。1、YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。 YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。2、メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。3、東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。4、僕の開催するオフ会への優先参加券です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。